トミーダンスのまゆです。社交ダンス一般愛好家がダンスや音楽雑談、旅行記のブログを声でお伝えしています。ほとんどは限定公開ですが、たまに一般公開し、ダンス、音楽、旅行でつながれる方がいらしたら幸いです。今回の投稿は2020年8月、今年3回目のダンスを絡めた旅行。到着日はカサブランカ主催パーティーであること、新幹線降りてすぐであることから、メルパルク京都直行です。主催者マスターが、よう来たよう来たと出迎え、知り合いもすぐ見つけた。でも少し空いてる。財団 JBDF のリボンさんともダンス談義に花咲きました。今の主流はイタリアだね。カウントの取り方、ホールドもこうや、なんて一緒にやって、なるほど。確かにテレビで見てるとイタリア人洗練されていますね。マイはトラディショナルなタイプも好きです。ダンス教室の話だとかいろいろ聞かせてくれました。そして悲しいお別れ。主催カサブランカのマスターリボンさん、集まる方々、本当にいいメンバーです。ありがとう。また来るから。と約束し、その後、河原市場にある東華菜館本店の納涼床にて、満月と川辺の夜景を見ながら夜風に吹かれ、友人たちと夕飯。彼らもなかなか行く機会がなかった念願のお店で、名物の春巻きなどいただきました。コロナ前に会った時から一変、大変な状況を伺い、一生懸命生きるパワーをもらってきました。その友人一人とさらにアンティークな茶店へ移動し、今度彼女が演奏会をする予定会場、重要文化財、杉本家住宅へ。宿泊先に近いことから、裏町を散策しながら連れて行ってもらいました。コロナの状況で無事開催となるよう願うばかりです。2日目、朝食はラップに包まれたものを好きなだけ取ってよいバイキングスタイル。宿泊先ホテル、コロナ対策頑張っています。近くに京都芸術センターという元小学校を使ってアーティストが制作・発表できる施設を少々見学。京都でもラーメン有名店が多いそうで、聞いていたおすすめのお店とは違うけれど、京都北白川、怪力屋ラーメンを食べて本日の目的地に行ったのですが、閑散としてミキシングは行わないとのこと。即メルパルク京都スター主催へ変更。リボンさん5名待機との情報から混むだろうと予想した通り賑わってました。1日目にお会いできなかった方や大阪メンバーにも会え、ミニデモはテンダンスしっかりあるほどハイレベルな方々でした。連日はきついと思ったものの、怪力やラーメンでスタミナつけておいてよかった。とはいえ2時間が限度で遅れていってちょうどよかったです。バスに乗ってホテルへ帰ろうと思っているうちに、今夜見学したいと思っていたダンス教室の場所をチェックしてホテルまで歩いてしまいました。夜食を軽めに、ワインも控えたのに、やっぱり飲むと面倒になり、早めに就寝してしまいました。3日目は何もないと思ってましたが、新たな情報が入り、東山いきいき活動センター OM ダンス主催へ。3階は100坪。リボンさんは顔見知りでマスクで気がつかなかった様子。踊って横浜マダムと思い出していただけたようです。前回2階こじんまりしたホールのイメージとは全然違う。いかにも競技選手というお手本のような方もいたし、ジャイブ・ジルバになると本領発揮する80代のおじいちゃんたちも元気。
その中のお一人が、あんた結構踊ってはんな。こっちが言いたいぐらい。新幹線の時間ギリギリまで楽しみ、主催者さんに送っていただきました。京都に来ていつも思うこと、ボディリードが素晴らしい。ラテンの時はルーティンに違いがあり、何が出てくるんだろうって楽しみ。今回も3カ所の主催、それぞれの良さを感じ、だから来たくなっちゃうんですよね。元気でまた再会できますように。行き帰りの新幹線では、亡き富井恩師の近くに来れたことも心が落ち着くのです。また頑張ったら来ますね。富井ダンスのまゆでした。